もうこの時代の人たちは今では考えられないような恋愛をしていました。Hello everyone, 大家好、皆さんこんにちは、ひときです。今の時代、好きな人ができた時に、その人と簡単にメッセージのやり取りや、あとはその人と遊びに行ったりすることができますよね。でも昔の日本は好きな人に普通に会うこと、いや、見ることさえできませんでした。じゃあ昔の人はどうやって好きな人と遊びに行ったり、デートをしたり、結婚したのか、について今日は話したいと思います。その話の中で大切なオノマトペを今日は教えたいと思います。ではどうぞ。こっそり、こっそり。こっそりは他の人に見つからないようにする様子を表しています。例えば、あの人は森の中でこっそり暮らしていると言った時は、その人は他の人に見つからないように隠れて暮らしているという意味になります。僕がよく使うシチュエーションは、こっそりお菓子を食べるという時に使います。僕の妹のお菓子を妹に見つからないようにこっそり食べるという時に使います。昔の日本では794年から1180年くらい、その時の時代を平安時代と言います。もうこの時代の人たちは今では考えられないような恋愛をしていました。平安時代の貴族は生まれてからだいたい12歳くらいまでは普通に男女ともに一緒に暮らしています。でもだいたい12歳から14歳くらいになると成人を迎えます。今では20歳が成人で大人になるっていう意味なんですけど、昔ではだいたいその12歳から14歳で大人になるというふうに言われていました。成人になった後は男の子は貴族の中の仕事をもらったり、そういう風にちょっと変わるんですけど、一番変わるのは男の子も女の子も簡単には会えなくなるということです。女性はほとんど男性に会うことはないし、男性も普通に女性を見ることはできませんでした。じゃあどうやって男性は女性と知り合うかというと、家の外から家の中をこっそり見ます。今やったら 100% 逮捕されますよね。でもその時代では OK です。というか、もしそれがダメだと、もう本当に親から紹介してもらうぐらいしか方法がないです。男性は女性の家を覗き見れば OK ですけど、女性はどうやって男性を見つけるかというと、待つしかありません。自分からアプローチできないんですよ。これすごい悲しくないですか？今している話は少しの人がそういう風に覗いていたんじゃなくて、平安時代の貴族の人は本当にそういう風にして出会っていました。じゃあ覗き見た時、女性がすごい可愛くて好きになっちゃったらどうすればいいかというと、男性は女性に和歌という歌を送ります。それしかメッセージを送る方法がないので、今の Facebook のメッセンジャーみたいな感じですね。でもその和歌は日本の独特なリズムを使った歌で、しかも文字数が少ないので、どのようにして自分の気持ちをその短い文章の中に入れるかがすごいキーポイントとなっていました。女性は男性から和歌をもらったら、その女性の家来とか、家族とかみんなでその男の人がどういう人かということと、あとその和歌がちゃんとできているか、多分男の人がちゃんと頭がいいかとかをチェックして、もし OK だったら女性はその男の人に和歌を使って返信をします。男性はもしメッセージが返ってこなかったら悲しいですよね。メッセージ読んだだけで返信が返ってこないのと同じですよね。あれを日本語で既読無視という風に言います。そういう風に既読無視されたら、次の女性を探すしかないですね。その後もメッセージのやり取りができていたら、次はデートになります。でもその時代の貴族は男性と女性がそんなに会うことができませんよね。ですので男性が夜にこっそり女性の家へ行きます。実はそのデートにはルールが2つあって、一つ目は太陽が完全に出るまでに男性は自分の家へ帰らなくてはいけません。他の人にデートをしている様子を見られるのはあまりかっこよくないっていう考えがあったらしいです。二つ目は女性の家へデートしに3回行ったらそれで結婚することになります。それを初めて知った時、俺は嘘でしょっていう風に思いました。だって2回会った後に結婚するかどうか決めるんですよ。3回も会ったら結婚なので、2回目会った時にどうしようっていう風に決めるのはちょっと早すぎじゃないですか。あとはデートの時、夜に行くので、そういうことがあるんですけど、でも初めてのデートでこれは早くない？ちょっと
早くない？もちろん男性はその女性のことあまり好きじゃなかったら1回目のデート行ってもう行かないこともできます。あともう一つ大切なのは、男性は女性の家の裏からこっそりと入っていきます。この時女性は1回目のデートの後、あまり好きじゃなかったら男性が入ってくるドアの鍵を閉めることができます。ですので男性がこっそり入ろうとした時に、あれ入れないじゃんってなったら、家に帰る時に空は暗いし、多分寒いし、すごい気持ちが辛いですよね。でもやっぱり一番大変なのは女性だと思います。その時代の男性は一夫多妻制といって他の女の人とも結婚できるんですけど、女の人は一人の男性としか結婚できないので、その和歌とあと2回のデートで結婚する相手を選ばなくてはいけません。ですのでこの和歌っていうのはすごい大切で、その時代の貴族の人はみんなもう小さい時から一生懸命書いて練習をしていました。僕たちは高校生の時にこの歴史とか勉強するんですけど、一番面白かったのは夜で顔があまり見えなかったけど朝になって顔をしっかり見たらブサイクでマジで夢で会って欲しかったみたいな歌がすごい面白かったです。女性もマジであの男性は下手くそだったとかいう歌もあってすごい面白かったです。恋愛はドラマとか映画とかでいろいろなシチュエーションがあると思うんですけど、皆さんが一番好きなシチュエーションは何ですか？コメントで教えてください。あとは日本のこの文化が知りたいとか、ドラマでこれ見たけど本当？とか、そういうアイディアとかもあったらぜひコメントで書いてください。お願いします。皆さんありがとうございました。実は今でも俺たち日本人は学校で和歌の書き方の勉強するの。和歌にはいろいろ種類があるんだけど、その中でも短歌っていうのをよく勉強した。短歌は五七五七七のリズムで歌を作るの。昔俺が作ったのはね、確かおばあちゃんマグロのようなその体、おばあちゃんとねマグロが好きだかな俺マジで失礼だねこれ俺めっちゃ失礼だけど、でもおばあちゃんもマグロも好きだよっていう歌を考えてたら、なんかそういう歌ができちゃった。俺が平安時代にいたら人気者だったかもしれないね。本当はもっと細かいルールとかあるんだけど、とにかくその和歌は結婚だけじゃなくて自分の地位とか出世とかにも関係してくるから、もう本当に自分の人生を決める感じなの。だからみんなそんなに一生懸命に勉強してたんだ。興味ある人はぜひ調べてみて。いいねとチャンネル登録お願いします。ではまたね。